想なんですけど、私今までのレイアウトの作り方って大体風景からこうインスピレーションを得て作ってたんですよ。でも今回のグラミーの水槽はそれこそグラミーから派生させてったんですよね、イメージを。魚からレイアウト作るって正直今までやったことなくて、なんかちょっとワクワクした気持ちで臨んだんですけど、じゃあグラミーを入れようってなった後の、イメージの広げ方として、じゃあ睡蓮を使おうってなったんですよ。で睡蓮ってやっぱりいわゆるこの水面付近にこう大きい葉っぱを出すんですよね。なんで光を、たくさんこう取る分、下の水深が低いところにつれちょっと影が落ちやすくなるんですよね。だからそういうところにはやっぱり陰性の水草だったりとかをこうはめられるような構図作り、だから中茎層がしっかりと生えるような構図を意識しました。流木ないし石の組み方はちょっと多分普通の今まで作ってたレイアウトよりもちょっとこう奥行きをうまく生かして、全中5で流木をうまくこう光がそれぞれの隙間に落ちるように組んだんですよね。今回の流木の形状に関しては比較的こう曲線の流木を多く使ってますね。で枝ぶりは一つの流木に対してはそこまで多くないその枝系ちょっと曲線状の流木をそれぞれこうつなげていったような、それこそ組んでいった感じですね。でそこのしっかり固定するように、散水石を随所にはめ込んでます。とにかくもう最初から最後までグラミーがいかにこう心地よく暮らせるかっていうところをもう常に頭の中考えてたんですよ。先ほどのじゃあ水草をまず睡蓮使おうってなって、じゃあ睡蓮使うからやっぱり下のちょっと光が遮られたところには、陰性のボルビティスだったりとか、あとそういう光を求めてランナーで動ける植物、ハイグロのピンナティフィダっていう種類だったりとか、水草はやっぱりまずグラミー、睡蓮、じゃあ睡蓮にはまる水草、テープ状の水草もそうですしっていう形で広げてきましたね。それに合うように構図も全部考え、とにかくもう常にこうグラミーがこう気持ちよく生活できるような場所を自分でどうやったら作れるかなっていうところ、その一点でした今回本当に。これガレ場に乗せてるのは、ガレ場の隙間にもう化粧砂を詰めたいっていう。これ化粧砂をちょっと多めにやっとくと奥からソイルが漏れてこないから、これが隙間に落ちてくるんで。水草って成長していくので、最初の植栽した場所からももちろん動いてきますし、で、睡蓮の先ほどのその腐葉を出すので、腐葉が出た後、そこにどれだけこう影ができるかっていうところをもう植栽して、半年1年後のちょっと姿を想像しながらボルビとかも配置していったんですよ。で結果的にその水形として収まった段階ではもうほぼ理想形です、あれは。
有形素を1種類だけ入れてたんですよ。オレンジミリオフィラムっていう、私結構個人的にすごく好きな水草なんですけど、テープ状の水草って結構成長が早くて有形素と合わせるのちょっと難しさがあるんですけど、ミリオフィラムに関しては水面まで到達するスピードがすごく速いんですよね。なのである意味こうテープのように使えるというか、部分的にこうばらつかせて植えることでちょっとオレンジ色のこのアクセントを持たせながら、かつこう隙間に落ちてる光をこう光に向かってニョキニョキ伸びてくれるので、今回かなり水形としてもアクセントになってくれたし、かつその長期維持っていう無理のない植栽っていうところでもすごくマッチしてたかなと、思います。で中央付近に浮遊水草のフィランサスフルイタンスっていう赤系の浮遊水草を散りばめてるんですけど、水面を覆っちゃったら他の下の植物育たなくなる。だからそれのやっぱり制限がある中で、今回の水形に関してはその影の部分をいかにそのデッドゾーンにしないかっていうところを一番意識してて、その中央付近に溜まった浮遊水草の下は本当に多分陰性の植物が育ってる場所だったりするんですよ。で水流の向きに関しても浮遊水草って水面をこう水流でどんどん動いていくので、時計回りに、右手前から左の方にくる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 回るんですけど、浮遊水草がちゃんとそこでとどまるような構図の組み方も計算してたんですよ。先ほどのちょっと曲線状の流木を水面付近にちょっと突っ張らせることで、そこが止水域になってうまく浮遊水草が引っかかるというかとどまってくれて、その下はもうやっぱり陰性水草でっていう、そこのなんか常にやっぱり光の計算はしてましたね、水草に対しての。陰性の水草使うとやっぱりどうしてもその色味としてちょっと黒くなりがちなんですけど、今回ミリオフィラムもそうなんですけどフルイタンスも赤い浮遊水草なんで、結構それが水面でアクセントになったりとか、下側陰性でうまく長期維持っていうところを考えて、必ずしもその陰性で黒くなりすぎないように、ピンナティフィダもそうですし、オレンジミリオフルイタンス、テープ上も結構色の明るめな緑のやっぱ色のバランスはやっぱり考えて作りましたね。やっぱり前社長もよく常々おっしゃってたんですけど、魚が自分の本当の野生の生息地だと勘違いするような水槽を作れれば超一流だっていう。今回お魚が実際にどう思ってくれたか分かんないですけど、とにかく発色だったりとか体の艶だったり見ててもすごい生き生きと泳いでくれてたので、水槽の、作ってから完成するまでのコンセプトとしてはすごく貫けたかなとは思ってますね。一番はやっぱり共生だと思うんですよね。魚と水草、動物と植物がお互いに共生関係にある、それの縮図がネイチャーアクアリウムだと思ってて、魚を今回一番の主役に考えたっていうのは自分の中でもすごくまた改めてネイチャーアクアリウムの考えの深さみたいなところを勉強させてもらいました。